はい、初めてのお外車でございます。かわいい。この服はね、嫁さんの実家でずっと保存したやつ。そうそう、家にあったやつです。シミ一つない、めっちゃ綺麗に、めっちゃ刺繍とかも綺麗で。じゃあ初めてのベビーカーじゃなくてチャイルドシート、乗せよっか。とりあえず一旦座ったらいいんか。そうやね。はい、着きました。今チャイルドシート外したんか。せっかくの服やったけど、チャイルドシート乗られへんかったから、そうそう、外しました。はい。ゆうちゃんどうでしたか、初めての車ね。なんか笑ってる。ちょっとさっき泣いてたね。でもなんか振動で多分また寝ると思って助産師さんも言ってた。じゃあ実家に着いたので、お家に行きましょう。行きましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。かなりね、久々の動画になってしまって、大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。今日の動画なんですけれども、家族が増えました。無事にね、生まれてくれましたね。この動画ではですね、出産時の様子だったりとか、そんなことをねちょっといろいろお話できたらなと、いうふうに思っております。ちょうどさっきね、沐浴をして、でミルクも飲んで、今ちょっと眠たくなってきてるかなっていう感じだね。そうやね。生まれたのはですね、2月14日、午前4時ちょうどでございますです。バレンタインデーにね、生まれてくれたんですけれども、そうなんです。予定日もですね、実は2月14日でして、そうなんです。今回初産でしたので、おそらくねずれ込むだろうと、いうふうにね直前の検診でも先生に言われてまして、で僕らも遅れるもんだというふうに思ってたんですけれども、蓋を開けてみれば、ちょうどね、もうぴったりぴったりで、予定日ぴったり。そう、なかなかないっていうふうにも聞くもんね。なかなかないし、助産師さんも言ってたし、そうなおかつねバレンタインデーという記念すべき日といいますか、覚えてもらいやすい誕生日にね、なったよね。ということで僕らもすごいね、いいバレンタインデーというか、過ごせることができました。で出産のね、様子といいますか、まず2月13日ですね、夜11時15分とか多分それぐらいにですね、嫁さんが寝る前のおトイレにね、行った時に、戻ってきたらね、破水したっていうことで、破水ってちょっと待って、破水したってことは病院行かなあかんよなって、そうだよね。若干パニックになりまして、そうだよね。まさかさっき言った通り遅れると思ってたので、予定日よりね、そうそうで冷蔵庫のところにですね、その病院からもらってた、こういう時は、ここに電話してくださいみたいな紙貼ってたんで、それを慌てて取りに行って、で病院にね電話して、状況をね伝えたところ、そういう感じでした、もうちょっと病院に来てくださいということで言われまして、で慌ててね、準備して、病院の方に向かったんですけれども、で多分病院着いたのがちょうど12時とか、そう本当に日付に変わるかぐらいのところだったね。11時55分とか、そうそれぐらいだったそんな感じだったね。で助産師さんがね迎えに来てくれて、で一旦そのほんまに破水してるかどうかっていう検査をね、しますねっていうことで、嫁さんはその検査室といいますか、行ってですね、だからもうすぐに助産師さんが僕のところに来て、やっぱり破水してましたと、いうことで、あれは陣痛室っていうんかな。そうだね。子宮口をね調べてもらったら3センチ開いてたんですね。その時点で。でも出産するためには10センチ開かなあかんと。でその10センチ開くまでももちろん陣痛が来てるんですけど、10センチ開くまでは陣痛室でちょっと頑張って痛みに耐えながら、あれはなんていうの、生き身逃しっていうのっていうことなのかな。痛み
ーってきても、踏ん張らずに、そう息を吐いて子宮口を開くっていうのに意識をしてというか、耐えなければいけない。それが何時間かかるかっていうのが、まあ言ったら戦いなわけだよね、妊婦さんの。人によっては、その10センチ開くまでに半日とかね、かかる方もいているっていうことで、正直それをね覚悟してたんですけども、お互いね、蓋を開けてみれば1時間ぐらいで3センチから10センチまで開いてて、めっちゃ頑張ったんだよね、うち。すごいね、早って助産師さんも言ってたの。うちも10まで行ったのってなんかその苦しながらも10センチ開いてる全開だよってなって、やったっていう気持ちが。マジでみたいな。じゃあ踏ん張る練習も兼ねて、もう分娩室行きましょうかっていうふうに助産師さんが言ってくれて、でそのままね隣の分娩室の方に移動してですね、でいい感じに来てるからポンと生まれてくれるかなってちょっとね期待したんですけど、で実際にね最初の方は、結構降りてくるのが早かったよね。赤ちゃんの方も降りてくるのが早くて、でこのまま行けばいいねって思ってて、そしたら助産師さんも髪の毛とか見えてきたよみたいな、そこまで来てたんですけど、途中からちょっっと陣痛が弱まってきてるな。そうだね、感覚がなんかちょっと空いてきたというか、自分でもそれは思ってた。感覚が空いてきたから、その助産師さんが先生をね、呼んでくれて、で先生がちょっと診察というか、見てくれたところ、確かに陣痛がちょっと弱まってきてるから、そのなんていうかな、陣痛促進剤というんかな、そうだねみたいな点滴を入れるかっていう、でその、促進剤を点滴して、で陣痛を強めて、で出てきやすくなるというか、そうだね、そういうお薬を投与しようと思いますと。でそれに伴うリスクとかもね、ちょっと説明はしてもらって、その上で僕らも合意して、でその書面にね僕の方でサインをして、で薬用意してもらって、いざじゃあ投与しようかっていう時になったら、また自然に陣痛が最初みたいに間隔短くね、うちはなんかその点滴を入れたのかなっていう風に、なんかどっちか分からなくって、入れてないような感じもするし、入れたのかな分からない間にっていう、そこはちょっとねどっちか分からなかった。そうやな、もう痛みの中やからな。話は聞こえてるけどぐらいな感じで、結局ねそのお薬は使わずに、陣痛が強まってきてね、で、そっからもねなんだかんだ1時間ちょっと、1時間半ぐらいかな、すごいね嫁さん頑張ってくれて、4時ちょうどに、だから子宮口が10センチに開いてから、どれぐらい3時間弱ぐらいかな、計算的にそうぐらい。3時間経ってないぐらいで、結果的にはね、生まれてきてくれて。そうなんです。合計で考えても4時間ちょっとっていうことだから、だいぶ早かったよね。だいぶ早かった。そうだから助産師さんとかもね、すごいスピード出産というか、安産やったねって言ってくれてですね、褒めてもらえたっていう。ただ今相づちしてた。ただね本人たちとしては、もうすっごい嫁さんも痛かったやろうし、苦しかったやろうから、結構体感としては長く感じたよな。なんか合計的に早いって言われても、いや長かったよっていうね体感だったよね。なんですけど一般的には4時間ってかなり最速、結構早いと思う。ウィザンでウィザンでその速さは結構速い方だと思うわ。なんとかね無事に生まれてきてくれました。もうね頑張ってくれたから。でねこの子が結構生まれる前からね言われてたんですけど、やっぱりビッグベイビーでして、ちょっと大きめで、だいたい普通3000グラムぐらいかなぐらいっていう風には、もちろん性別にもよると思うんですけど、そう言われてるんですけど、この子は3535グラム。3500いきました。
でウィザーやから、参道も言ったらねまだちょっと狭いというか、2人目とかと比べたら、でそんな中でビッグベイビーが出てこようとしたんで、だいぶねほんまにしんどかったと思うんですけど、結果的にねその4時間という時間で、破水からやったら4時間半ちょっとぐらいかな。っていうスピード出産で、母子ともに健康的にね、出産を終えることができました。でこのビッグベイビーなんですけど、性別の方でございます。事前にねメンバーシップの方にはもう発表はしてたんですけども、動画で発表するのはね、これが初めてということで、この子の性別は女の子でございます。女の子でございます。かわいい。そう女の子なんですよ。性別はねだいぶ前と言いますか、去年の秋とかかな。そうだね、それぐらいには性別は判明してて、でメンバーさんにはもうお話はしてたんですけど、皆さんには生まれた後こうやってサプライズというかね、なんか発表したいなと思っておりましたので、この動画でねちょっと発表させてもらったんですけども、で生まれる前というかね性別をまだ聞く前、先生からね、できたら女の子がいいなってちょっと思ってたんですけど、女の子がね、生まれてくれて、すごく幸せです。これプリマでこの子の名前なんですけども、YouTube の方ではね本名は発表しないつもりでございます。YouTube でというか他の SNS でもそうなんですけど、ただねじゃあなんて呼べばいいのとなるので、この子のあだ名をね、皆さんにお伝えできたらなと思うんですが、この子のお名前は、ゆうちゃんで。ゆうちゃんでございます。ぜひゆうちゃんと呼んであげてください。呼んであげてください。私たちもいっぱい呼びます。もうすでにもう何回言ったかわからんぐらいね。ゆうちゃん。呼んでます。あとですね YouTube するにあたって、この子のね顔出しをするのかどうかとか、生まれる前にね一度嫁さんと話したことあるんですけど、この、YouTube 自体が2人でね、始めた当初もそうですけど思い出をね、こういう風な形で動画で残せたらいいなとか、言ってて、なんでゆうちゃんがね、生まれてからも、ゆうちゃんとのね思い出、要は3人の思い出をね、そういうのも動画で残していけたらなと思いますので、顔出しの方はこれからもしていきたいなというふうに思ってます。でただ大きくなってきたらねなんていうんですかね都合の悪いというか、ことも出てくるかもしれないので、その時はまた検討したいなというふうには思ってるんですけど、しばらくはね顔の方も出しながらみんなに可愛がってもらえたらなと、いうふうに思います。でこれからのね、動画に関しても、僕たちはもともとね夫婦2人で車中泊日本一周をね、してたんですけれども、でその様子をね動画で上げてましたけど、ゆうちゃんが生まれてそれをねちょっとしていくのも、難しいところもあるので、今後は、ゆうちゃんの様子だったりとか3人のね、日常を中心にですね、動画に出していってですね、ゆうちゃんがまたちょっと大きくなったら、日本一周の続きをね、3人でやっていけたらなというふうに思ってます。で本当2人にとってもこれが初めての育児なので、どこまで予定通りにね、動画の撮影だったり編集っていうのができるかってちょっとまだ不透明というかね、部分はあるんですけども、やっぱりね新生児の時もそうやし、なんていうかな本当に貴重な一瞬一瞬を、できるだけ多くね動画で残していきたいなというふうに思ってますので、YouTube の動画更新に関してもね、できるだけいっぱい上げていけたらなというふうに思ってます。かわいい。あくびしたで。めっちゃ大きいあくびやったな。自分の顔のサイズぐらい大きい。今日はかわいいね。ちょっとね今寝ましたけれども、唇すごい荒れてる。
腫れてるんじゃなくて多分ちょっとふやけてるんじゃない？ふやけてるのか。多分。さっきね沐浴したって言ったんですけど、僕自身は初めてやったというかね、まゆみさんは1回ね、昨日一昨日かな、やって結果的に言うとめちゃくちゃ苦戦しました。本当。今ね嫁さんの実家の方で退院してから2週間ぐらいちょっとお世話になる予定なんですけども、嫁さんのお母さんがねちょっといろいろこう思ったらいいよとか教えてくれて、そうちょっとねパニックって変な汗いっぱいかいたんですけど、教えてもらいながらね、途中バトンタッチしてもらったんですけど、これからね、徐々に慣れていきたいなと、いうふうに思ってます。今現在ですね退院して、数日経つんですけれども、やっぱり最初はね夜とかもうほんまに寝られへんやろなって、予想してたんですけど、結構夜寝てくれるというかさ。そうだよね。ぐっすり寝てくれるんで、夜中、ミルクとかねおむつ替えとかは結局1回か2回ぐらいね、その日によるけど、っていう形なんで、そんなに寝不足っていう感じではそうだね今のところはなっていう、今後どうなるかわからんけどね。嫁さんもね産んだばっかりで、体の方もねまだ全然万全ではないので、僕自身ねできることはどんどんやっていって、沐浴もそうやし、ちょっと母乳だけはね僕まだ出ないんでちょっとあげれないんですけど、それ以外のことはフォローできるんで。出す予定なの？なんだかんだ言いながらねできることはね、もちろんね自分の子でもあるので、なんか手伝うっていう感覚よりかは本当に一緒に、やれることというか、なんか一緒に育てていけたらなというふうに思ってます。お願いします。こちらこそお願いしますね。一緒にね。でやっぱあれやねよくさ、そのゆうちゃんが生まれる前、もっと言えば妊娠する前とかでもさ、世間的にはやっぱりその自分の子はすごい特別可愛いとかさ、なんかそんなよく聞くやんか。もうでもほんまその意見に関しては、ヘドバンぐらい首を縦に振って同意できます。本当そう。本当よ。ほんまに可愛いね。本当にねもう一つ一つの仕草だとか、もう表情が可愛すぎてね、もうやばいよね。そういうね、今言ったような仕草表情を含め、ゆうちゃんのね様子っていうのもどんどんね動画にしていけたらなというふうに思います。であと最後にですね、もうお気づきの方もいらっしゃるかもわからないんですが、チャンネル名を変更しております。今までねノマドワーカー車旅チャンネルっていうことで、さっき言ったように2人でねもともと車中泊日本一周ということで、いろんな地域回ってたんですけれども、その様子をアップするということで、そういうね名前にしてたんですが、今はですねもうゆうちゃんも生まれて、ちょっと車中泊日本一周という形ではないので、すでに変わっている通りなんですが、ノマドファミリーというね、名前に変更いたしました。単純にねノマドっていうのは残したかったのと、でゆうちゃんもね新しく家族として迎え入れることができたので、ファミリーということでね、で今後、この家族のね様子なんか動画に残しつつ、でまたもちろんね、いろんなとこね車で旅とか行けたらというふうに思ってますので、ぜひねチャンネル登録していただいて、僕たち家族のね成長の様子を見ていただけたら嬉しいなと思います。でですね、一応次回以降の動画に関しては、ちょっと順番前後するんですけれども、嫁さんがねまだ入院をしている時、の様子だったりとか、産んだ次の日とかの、動画になるかなと思います。結構ねリアルな様子も撮っておりますので、ぜひ次回のね動画の楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは今回ね家族が増えたということで、皆様にね報告させていただいたんですが、今回の動画は以上になります。また次回この動画もぜひチャンネル登録の上チェックしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。しっかり寝てもう寝てもうたね。そうだね。